これはおもろいからやれ、これはうまいからやれ。神ゲー名調の膨大なコンテンツを忙しい皆さんの代わりにおおむね全部浴びたので、感想とともに推しコンテンツを紹介します。今回はバージョン 3.3 2周年バージョンの大盛りコンテンツ、ゲーム内ゲーム外の順でご紹介します。まずはゲーム内、早速どうぞ。共鳴者、前半新規日行復刻モーニエユーノ、後半新規ダーニャ復刻チサフローバ、そしてモチブキ。日行はカルロッタ実装以来の久方ぶりの凝縮キャラ、ダーニャもエイメス聖爆軸では初めての相棒でしょうか。思ったんですけど、モダリティって画期的ですよね。私スタレとかゼンゼロとかアークナイツエンドフィールドはまだバトル全然頑張ってないからわかんないんですけど、キャラクターが複数軸で活躍できるようなシステムってあるんでしょうか。エンドフィールドの明けくりみたく、そもそも能力の汎用性が高いっていうキャラだったら抜きにして、アタッカーサブアタッカーのカテゴリーで、例えば密集強化とか聖爆とか選ぶことで、手持ちのキャラに応じて柔軟にシナジー作れるってとても良心的だなと思いました。性能の調整工数も2倍かかるのにね。まあそんな能力的なもんはどうでもよくて、日行もダーニャも別ベクトルでドスケベで個人的にめちゃくちゃテンション上がるバージョンでした。配信終わった後、日行3分ぐらい壁登りさせてました。よしよし、行ってください。音階スキルウェイ。そんなテンションに反比例する形でガチャは爆死しています。私は配信してるので、爆死しても視聴者の酒のつまみになればいいよねって自分に言い聞かせながら、やっぱり我慢できなくて切れてるんですけど、配信なしでのすり抜け天井とか考えるだけで正気を保てる気がしない。皆さん本当にすごいですね。ところで過去キャラ、それこそインリンとかツバキとかソーリオとかあたりのキャラってもう引く手段ないのかな。終焉マトリックスって神ゲーがあるんで迎えたい気持ちはあるんですけど、あとすり抜けるにしてもアンコをくれ。超責任務前半、日行幕愛と第5幕。まさかこれだけ早くバージョン 3.1 とバージョン 3.3 どっちがいいかなんて議論が生まれる回が出てくるとは。こっちの感想動画でもお話しした通り、組織長勧誘下手くそすぎだろって話をしましたが、コメントを頂戴してホーンってなったんですけど、組織長としてはぶっちゃけ日行の勧誘とかどうでもよかったってことなんでしょうね。確かに後編の幕愛任務でもラハイロイでのフラクトシデスの研究は何年も前に終わっていたのかもってアーリマンが言ってたもんね。なるほどな。組織長ぶっ飛ばす。超責任務後半、ダーニャの幕愛ですね。幕愛 2時間かかったんですけど、ダーニャボイドマター行っちゃったんですけど、幕愛っていうから予告配信のノリ的にも、昇進のダーニャちゃんとデートして元気取り戻してもらって、そんで足で踏んでもらって気持ちよくなってハッピーエンドみたいな軽薄なノリを期待してたら、想像以上に話が重すぎて性欲もボイドマターに飲み込まれました。前半はね、ダニャシグ定々すぎて順調だったのにな。さっきから流してるこの一連のシーンすごくね。ダーニャの表情作りのぎこちなさって名調のバグビジュアルあってこその表現ですよね。プレイしてる時、ここ SNS で切り抜かれるだろうなーって思ったけど案の定。C ちゃん超責任務の時もそうでしたけど、プレイヤーの自発的な拡散を狙ってバズらせやすいシーン、必ず1個以上作ってくるのうまいなって思いました。シグリカちゃんのここの演技は最高でした。ていうかシグリカ不憫すぎる。共鳴者の中で一番ひどい目に遭ってない？いやさすがにフローバか。不憫共鳴者ランキングワースト3、フローバー、シグリカ。あと一人教えてください。超責任務の続きでシグリカと会話できる機会があったのも、シグリカの成長を信頼してニボラがもう戻ってこないとはっきり告げてあげたヒョウちゃんの優しさも好きだったんですけど、にしたってもうちょっとシグリカには幸せになってほしい。X でも言ったけど、性能面でもラハイロイメンツが密集共和とか進撃共和とか聖爆とか言って仲良くしてるのに、 C ちゃんの相棒が一振りでこと足りよなのも寂しいし、聖爆軸与えてダーニャちゃんと組めてもよかったんじゃないですかね。合言葉決めるとかいうくだりがあったからダーニャ戻ってきそうだけど、早く C ちゃんのために戻ってきてあげてほしいと思いました。謎のバイオハザードパートも新しかったし、ほんと名調の超責任は毎回ポジティブな意味であっという間で楽しい。次から幕愛任務と言われても気を抜かずにズボンを履いて真剣に見ます。第2ソラリスコラボシーズン、いろんなイベントで2周年記念コインを獲得してガチャ石や育成素材と交換できるイベント群、イベントの親玉みたいな位置づけですね。今回はとにかくイベントの量も配布量もめちゃくちゃ多くて、忙しくて全部やれんわって人向けのおすすめとしては、喜びのプレゼントで400コイン、フリッパーで500コインもらって、ブブ急便の最初だけやって100コイン、計1000コインで報酬もらうのをおすすめします。これから順番に見ていきましょう。喜びのプレゼント、無条件で金玉20個配布、神々神、絶対もらいましょう。星巡るフリッパー、1時間強でガチャ7回分、ピンボール×モンストのようなゲーム性です。古代から二次創作では魔女キャラに美薬作らせるのが定番になってますけど、名調はレインボーパチパチキャンディーっていう便利アイテムを手に入れたなって思いながらストーリー読んでました。このロード中の味わい深いイラストめちゃくちゃ好きなんですけど、ぶっちゃけ言うとゲームシステムとしては今回ハマりませんでした。ちょっと長い&ネガティブなんで文章で済ませます。うまくいってる時のフィードバックの弱さと、あとゲーム性と育成感の複雑さのギャップについて愚痴ってます。というわけでややネガティブではあるんですが、フリッパー自体で生成1200もらえるのと、ここで得られる2周年コインも多い。つまり報酬が激うまなので結局プレイ推奨です。ブブ急便届けるまでが配送。エンドフィールドのパッキング
グみたいなデザインをしているミニイベントです。ガチャ1回。特定のミッションをクリアするだけです。今回イベント全体の報酬がうますぎるがゆえに、珍しくブブキュービン単独ではあまり美味しくない上、割と手間がかかるミッションもあるので、忙しい人は1つ目をクリアするだけでも良さそうでした。走れ団子ちゃん選手権大会。順位を予想する競馬型イベントの2周年復刻版です。ガチャ1回分。ラハエロイ組の団子ちゃんも参戦します。なんでこんなブチ切れてんのかわかんないちさ団子が可愛い。ゲームはまとめてガッとやりたい派としては、予想フェーズとレースフェーズが日またいじゃうのがちょっときついんですが、上に流れる字幕スーパーが結構おもろいです。しれっと自己 PR する初秋がスコ。ちなみにこの動画編集時点で5月23日決勝戦当日なんですが、私はフローバ団子に全通してます。勝利の行方はいかに。潮流の贈り物。イベントやらガチャをこなすと2周年記念コインとは別に超音のしぶきという専用アイテムが手に入り、それと各種アイテムを交換可能です。普通にふわっとプレイしていれば金玉10個は回収できると思うので最優先で回収。ガチャで爆死した私は周波数調整器2個も獲得しました。にしてもこの周波数調整器、ラストエリクサーと同じでめっちゃ使うの渋っちゃうんですけど、どういう時に使えばいいんだろう。有識者教えてください。真相空想秘境幻想のゲーム。1時間弱でガチャ5回。キャラを強化しながら進むローグライク系バトルコンテンツで、バージョン 1.0 で人気のバトルイベントの復刻らしい。私は当時そもそも名調未プレイだったので知りませんでした。今回一番好きだったイベントがこれで、ベースラインは1000の扉とほぼ同じなんですけど、キャラごとに専用のアクションが追加されているっていう力の入れっぷり。普段一生カルテジア使ってるんですけど、このイベント期間中だけ変異系の音階を使っているからなのかトリガーがよくわかんないんですけど、聞いたことのないカルテジアのボイスも聞けて満足しています。まだ何キャラかしかやってないけど、こういう時のフローバ強すぎない？さすが尻上がり女。普段はばっかり食べしちゃってるんですが、さすがにもったいないと思っていろんなメインアタッカー触るようにしようと思ったらシグリカが実装されてなくて泣きました。直近のダーニはまだしもエイメス出してるのにメインアタッカーのシグリカハブるなんて、ここでもシグ逆が今後実装されるってことなのかな。このコンテンツ1000の扉以上に好きなので成り代わってほしい反面、毎回専用アクション入れるのも大変だから無理か。実際に所持していようがいまいが全キャラ使えて、ローグライクの育成要素敵とでもなんとかなる上、報酬も美味しいのでおすすめです。闇の原野へ。新マップの探索イベントガチャ3回分、基地任務のクリアや調査基地のレベル上げなど結構大変なやつもあるので、自分の興味に応じてほどほどに付き合いましょう。にしてもこの世界の危険地帯にはなぜ必ずパズルが待ち構えているのか。光なき平野の記憶。新マップの写真イベントガチャ1回分、日脈の原木を撮影したらフェイタルエラーでゲーム落ちました。西軍のプレゼント。いつもの青玉5個プラス金玉5個。普通にこれもあるんかい。もらっときましょう。挑戦バトル検定。ボスラッシュ系のイベントです。ガチャ3回分。バフを乗っけて大量にある HP ゲージをアルフ1ぶっ飛ばした時みたく削りまくるのは気持ちいい。終焉マトリックスまでやらんけどって人にとっては新鮮で面白いかも。踏破パラドックス領域。エリアを散策して還元因子という専用アイテムを手に入れて古代樹育てて果実収穫して、それを調査基地に提出して調査基地のレベル上げて、そんで逸話任務をクリアしてっていう結構骨のあるイベント。ガチャ2回プラス青玉2個。調創探検ロイ表現。青玉5個プラスガチャ2回分という、これもまたスーパーバカウマイベント。5月25から始まるということで、この時点ではまだ不明です。異世界リンク上下。バイク装飾がもらえるイベントです。前半バイオハザードアングリーバードアニメ怪獣8号。後半はプラグマタライダーズリパブリックアニメ配給のデザインがもらえます。もらうための条件が割と適当でかつ緩いので、もらえるものはもらっときましょう。サイバーパンクみたくキャラクターをクロスオーバーさせるとか、そこまでいかずともペルソナやミューズダッシュみたく楽曲提供があるとか、そういうコラボは好きなんですけど、ゲーム内ではバイク装飾アイテムが高々みたいなやつだとちょっと空気すぎて、異世界を混ぜるんだったらコラボする大義とかコラボの仕方とかがはっきりしてる方が個人的には好みなんですが、自分の好きな作品が別作品で取り上げられてるだけで、なんとなくその別作品が気になるきっかけになるっていうのはよくわかるので、探れメモワールプログラム。自分が名調で歩んできた軌跡を見ることができるイベントです。ガチャ1回分未満。こういう統計情報を見るの好きなんで、もっと全体のやつも見てみたいなと思うんですが、でも競合他社に余計な情報を与えないように気配らなきゃいけないから難しいんだろうな。なんかエンドフィールドも接続された電線の距離とかそういう情報しか出してなかったし、ちなみに私の統計はこんな感じです。好感度レベル5のキャラが少なすぎて申し訳ない。あと星5武器も少ねえ。全部カルテジアになると思いきや、塔にオーガスタが入ってきて意外でした。活躍ってどういう風に定義してるんだろう。オーガスタが入ってるってことは星の獲得数とかかな。カテゴリーごとにどのキャラが多いとか分かると、もっと読み物として面白くなるかなと思いました。終焉マトリックスまだやってない。やりたい。安定プロトコルからやり直さなくてええやんけ。前回の動画のコメントで普通に12万点とか言ってすげえってなりました。無理。でも次星5キャラいきなり2人増えるから5万8000狙うなら次かな。そろそろシーズン1が次のバージョン 3.4 で終わっちゃうらしいので、じゃあ切りよくルシラ学園長迎えてからか。遅くとも次回バージョンまでには絶対プレイするので、未プレイの方一緒に頑張りましょう。アクセサリーシステム。キャラの見た目に小物を装着できる新システムです。火
結城の髪飾りとかダーニャのぬいぐるみとか、キャラのビジュアルに負けないデザインの良さで美しい。今後の拡張が楽しみです。新衣装、モーニエ、柔らかな夢。季節外れの冬服スキンです。通常は2480月生のところ、バージョン 3.3 期間中は1980月生の割引販売中。デザイン良すぎ。エロエロ衣装や童貞を殺す衣装以外の服を名調が出すなんて信じられない。前言いましたっけ？性欲抜きだと私モーニエの美女が一番好きで、本当に衣装も買うつもりだったんですが、ガチャの爆死が続いて見送り。本当に買うつもりだったんです。サポーターだからさ、登場機会も多いから、本当です。ゲーム内コンテンツ以上。続いてゲーム外コンテンツ。まずはオンライン。名調公式 YouTube。おすすめ2つ。ダーニャのキャラ PV。ダーニャが上位のシーン本編もうちょっと欲しかったな。全部組織長が悪い。あと、ストーリームービーだけど人類の心臓。泣いてるエイメスに肩叩いた人がエイメスの実の親説を見かけた日から涙腺崩壊の日々です。そういう考察を見てから過去ムービー見返すとまた味しますよね。関係ないけど、ヒョウちゃんがモーニエと初めて会ってカセット再生した時に、ヒョウちゃんの過去が回想されるムービーがあったと思いますが、あの時に流れるザザザみたいなホワイトノイズと、ラハイロイ君がくれた粋なプレゼントが同じなんだって。美味しい！名調公式 X!2 周年ということもあり、お祝いイラスト多数で美味しかったです。あと何よりキャラのセリフが美味しいですね。個人的にはベタですが、フローバが最高でした。セリフ美味しい！ほんと一生擦れるいいキャラしてますよね。あとピザーラコラボ。みんな衣装がいい！公式 YouTube チャンネル登録者数40万達成！その6分の1ですが、私も目下7万人に向けて頑張ってます。チャンネル登録よろしくお願いします。ファンアートコンテスト !6 月1日まで応募受付中です。名調バトルラッシュ第18回が5月28日まで受付中です。続いてオフラインイベント。名調セカンドアニバーサリーフェス。君と巡る星々の瞬き。5月30日と31日、幕張メッセ。初日行きます。行けなかった方向けにふわっとレポートしますので、ぜひご視聴ください。ピザーラのコラボピザも出店して食べられるらしく、酢豚にパイナップルとかありえないと思ってる私の口にピザトロピカーレは合うのか。あとは先日発売されたコンサートツアーですよね。これは何としても絶対に行きたい。競争率高そう。せめて東京国際フォーラムぐらいでかいとこでやってほしい。そうそう、次回バージョン 3.4 はサイバーパンクコラボで、こっちは1年以上待ってたって人もいるかもしれない一方、皆さんの中には、なんやねんこれ知らねえしって思ってる人も多いのではないでしょうか。各言う私も1週間前までその一人だったんですが、名調がわざわざ本編に挟み込む形でコラボする相手ってどないやねんって思ってアニメ見ました。面白い。一文であらすじを紹介すると、人体改造が一般的になってる世界で、全てを失った貧しい少年デイビッドが巨大なサイバーウェアであるサンディビスタンを装着したらたまたま適性があって超強くなって、街の傭兵サイバーパンクへと身を投じて、危険な生死の崖っぷちをかけるっていう SF アクションアニメです。絵がおしゃれ、バトルシーンも躍動的で30分かける10回ってこともあって、シナリオがわかりやすくてテンポもいい。ネトフリ890円払う価値あり。肩の力抜けて楽しめますし、見ればバージョン 3.4 がさらに楽しめるので、マップ探索がてら流し見どうぞ。ただね、見た人わかると思うけど、デイビッド出せよ。スーパーマリオとコラボしますって言われてピーチ姫とデイジーが実装された感じですね。視聴者の情報によると、デイビッドは向こうからコラボ NG 扱いされてるらしいんですけど、でもサンデビスタン使ってルシラのおっぱいをもみしだきたかったんで、そこだけ残念でした。あそこで釣り革に捕まってる人のチップを抜くのよ。わかった。サンデビスタン起動。もみ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 。今後の予定、バージョン 3.4 の予告番組が間もなくで、あとおそらく6月8日リリースかな。月曜日って珍しいですね。オンラインオフラインともに2周年にふさわしい内容でした。皆さんのここまでのバージョン 3.3 の感想をぜひコメントください。今後も名調のコンテンツ幅広に摂取しておすすめを皆さんに共有しつつ楽しむので、よろしければチャンネル登録お願いします。動画化に至らない小ネタは X で語ります。そちらもフォロー何卒おつげなし。